はい、こんにちは。今日はですね、BMW G11740。こちらにオーディオプロセッサーを取り付けしていきたいと思います。そもそもこの車はですね、ロジック7になってまして、通常の BMW に比べるとサウンドシステムなんかはかなりまとまってはいるんですけども、それでもやっぱりですね、BMW のオーディオシステムはですね、正直あんまりいい音がしないんですよね。ロジック7が付いてる車でもやっぱりオーディオなんとかしたいって言われる方が多いんですね。で、僕の提案として YouTube でも何度か上げさせてもらってるんですが、プロセッサーをつけてはいかがでしょうかということで提案させてもらってます。というわけで今回ですね、アンプ内蔵のオーディオプロセッサーですね。そちらを取り付けるんですが、取り付けるプロセッサーがですね、こちらのミューディメンションの DSP680 アンプという、これが6チャンネルの出力があるんですけども、こちらを取り付けることによって、マルチシステムにしていこうと思います。ロジック7なんで、純正がそもそもマルチにはなってるんですが、やっぱりですね、アライメントであったりとか、イコライザー、もしくはクロスオーバーとかですね、その辺、もう少しまとめてあげないと、やっぱり、全体的なバランスがあんまり良くないというか、なので、今回このプロセッサーをつけることによって、トータルなシステムのバランスを整えていきたいと思います。一応ですね、アンプが6チャンネル入ってますので、その6チャンネルを使って今回はマルチにするんですが、一応完全マルチにするために今回ですね、もう1個アンプを追加して、センタースピーカーなども全て駆動させていこうと思ってます。でですね、オーディオのシステムをつける場合にですね、リアのトランクルームの左サイドにこの車は純正のアンプがあります。こちらですね、カプラーがあるんですけども、ここのカプラーの中に配線が全部ありますので、全部調べてもらってつなぎ替えていって作業は終了になります。で、調べる場合にですね、位相チェッカーだとか使って位相を反転してないかどうか確認しながら配線するんですが、一応プロセッサー内で位相を反転できるんですけども、やっぱり最初の状態で適当に配線して位相をプロセッサー上で反転するよりは、やっぱりですね、接続するときに反転がないように正相でつないで、必要であれば逆相にするという形にしていきたいので、このようなものを使って位相のチェックをしてます。もう一個こちらあるんですけども、これはモンスターが出してる、もう今もう古いからないと思うんですけど、これ古い位相チェッカーなんですが、これ CD ソフトを入れて、位相チェックをしていくパターンで、こちらは CD がなくても LINE でチェックができるんですね。ですから、こちらの、先っちょをですね、スピーカー線につないで位相チェックすることができるわけです。もちろん CD を入れて、CD と LINE ですね。CD を入れてチェックすることもできますので、もし、そうですね、最近こういう純正の車にプロセッサーアンプつけることがやっぱり多いと思うんですけど、こういうことをするときにはやっぱり位相チェッカーは持っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。その方が正確な接続ができていくと思いますので、ちょっとその辺ですね、もしされる方はやってみてください。それではですね、こちらのミューディメンションの、プロセッサーアンプをですね、接続していきたいと思います。接続した後ですね、また動画に撮りたいと思います。それでは行ってみましょう。一応なりましたので、最初にも言いましたように、こちらが純正アンプですね。こちらの配線を加工して、プロセッサー側ですね。こちらのイン、アウトしてあげます。で、今回取り付けたミューディメンションは6チャンネルの入出力ですね。できるアンププロセッサーなんですが、今回センタースピーカーのチャンネル数が足りなかったので、1個アンプを追加してます。で、それについては、こちらのミューディメンションの方から出力が出てますから、それを入れてあげて、あとはプロセッサー側で出力だとかクロスオーバーの設定をしてあげれば終了という形ですね。で、こちらの純正のアンプなんですが、ロジック7っていうこともあってマルチアンプになってます。なので通常の入力をしてあげると、例えばフロントのドア、ツイーターがですね、ハイパスがかかってます。で、当然シート下はローパスかかってるんで、フルレンジ取れるところがどこもないんですね。なので、通常の
ロジック7だとかハーマンが入ってない車であれば4チャン出力しかないんでフルレンジは取れるんですけども、プロセッサー側にフルレンジを入力してあげないとフルレンジが再生できませんので、その辺いろいろと考えながらやってください。ちなみにフルレンジ取れない車、ポルシェなんかもそうですよね。フルレンジが取れなかったりするんですが、そういう車はオーディオコントロールからフルレンジを、疑似再生してくれる、ユニットがありますので、それを1個追加してもらうと完全な形ではないですが足りない部分を補ってくれる機会もあります。今回はこちらのミューディメンションの方にマルチ入力をしてマルチ出力をするという形なので大丈夫だったんですけども、マルチの車にプロセッサーつけるときは注意して取り付けてみたらいいんじゃないでしょうか。個人でもできないことはないと思うんで、プロセッサーのプログラムなんかっていうのも配布されてますので、できないことはないと思うんですが、ちょっと難易度高めのものでもあるので気をつけながらやった方がいいんじゃないかなと思います。で、ここの下にバッテリーですね。ここの下にバッテリーがあります。ここマイナスがですね、ここ頭が見れるようになってるんですけど、ここ外してしまえばマイナスが外れる。こちらが走行用のバッテリーですね。こちらとは別に通常のバッテリーがここに入ってますので、そこから電源を取っているという形ですね。それでは最後に、調整をしたいと思います。スペースが結構ありますので、このように入れることができました。5シリーズとかですね、そうですね、3シリーズとか4シリーズ、そのあたりになってくると、だいたいこのあたりに純正のアンプがあって、ここに棚があるんで、この中にしまい込むこともできるんですが、7シリーズはですね、ここがえぐれてる状態。多分ですね、やっぱりゴルフバッグを積むために、ここがえぐれてるんじゃないかなと思うんですけど、その関係で、ここのあたりにこういう具材を入れることができないので、今回はここの下のスペースですね。こちらにプロセッサーアンプと、その他もろもろですね、取り付けました。サイドのパネルのこの中に入れてほしいと言われるとなかなか厳しくなるんですが、このあたりでいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回はですね、BMW の G11 にプロセッサーアンプの取り付けでした。ありがとうございました。はい、それではオーディオの調整する前に、まずはスピーカーの位相チェックですね。スピーカーっていうのは、前に出る音と後ろに出る音があるんですけども、前に押し出す音のことを正相ですね。後ろに出る排圧のことを逆相と言います。通常オーディオ調整する場合はですね、正相で、調整するんですけども、録音の段階ですね、逆相で録音してる音楽もあります。なので、そこのところですね、曲のジャンルに合わせながら調整するということになると思うんですけども、まずはですね、正相で全て調整したいと思います。こちらが一番最初にも使いましたけども、位相チェッカーですね。こちらをオンにします。あとはですね、CD を入れてもらって、曲を再生します。はい、するとこのようにですね、ポツポツと音が鳴りますので、これで合わせていって、緑、緑、緑、赤。こちらで正相ですね。で、赤、赤、赤、緑になると逆相です。はい。緑、緑、緑、赤ですね。なので、正相ということが分かりました。まずはここのところを確実に、全てフル正相にした後に、曲を聴きながらたまに逆相にすることもあると思うんですが、基本的には正相の音を聞きましょうというのが通常じゃないかなと思いますね。ただJ-POP の場合ですね、録音段階で逆相で録音している場合もあるので、正相にするとおかしな感じになる場合もありますので、そこのところはイコライジングとタイムアライメントと必要によっては逆相にすることもあります。まずは位相チェッカーで全てのチャンネルを正相かどうかチェックして、それからオーディオの調整に入りたいと思います。というわけで、オーディオの取り付けが終わりましたので、今音の調整をしてます。こちらがですね RTA と言いまして、リアルタイムアナライザーですね。IASCA というカーオーディオの世界的な協議会があるんですが、そちら公認の設定になります。このように電源を入れるとですね、メーカーがまず出てきて、
IASCAという競技団体が、表示されるわけですね。それで、このようにですねイコライザーをまず調整するわけです。ただですね、こちらは完全にこれで調整するわけじゃなく、隣り合わせる信号を3デシ以内に収めるというマイクを運転席側に設置して音を測定するんですけども、あまりにもこれ重視でやってしまうと人間味のない音になってしまうので、あくまでもベースをこれで作って最終的に、耳で調整するという形になるんですけども、まずはそれをプログラム上のソフトでセッティングして最終的に、耳で合わせます。ただこれがあると最初のベース設定が非常に簡単になるのと時間が早くできるので、これを使って一番最初に測定することが多いですね。ちなみにこの RTA は競技とかに出てるお店さんとかだったら多分ほとんど持ってると思うんですけど、正直この機械はですねコースティックっていうメーカーなので今はもうないんですけど、かなり古い機械です。古い機械でも十分使えるんでうちはまだ使ってるんですけど、それ以外にいろんなところが出してるものを全国のお店さんは多分持ってると思います。オシロスコープとかですね、出力を測りながらやったりするところもあると思うんですが、うちもオシロで最初に設定して、設定を入力後最後は耳で調整するという形になってます。それでは最後にですね耳で調整したいと思いますので、今回の設定編はこの辺りにしたいと思います。ありがとうございました。